皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介していきます。皆さんもし聞きたいテーマがあればコメントでリクエストしてください。またメンバーシップをやってます。クルーのメンバーになってもらえると週に1回特別エピソードが聞けます。ぜひ入ってください。では今日のテーマは国勢調査です。皆さん国勢調査って聞いたことありますか？例えば皆さんが東京って何人人が住んでるのかなって検索するとするじゃないですか。で、その出てくる数字っていうのは国勢調査が元になっています。5年に1回国が日本国内に住んでいる人全員に対してやる調査です。で、なんでそれをテーマにしたかというと、つい先日、これが届いたからなんです。国勢調査のお願いと書いてあります。つまり今がまさに5年に1回の調査の時なんです。だから日本に住んでいる人、みんなにこれが来ているはずです。なので、今日は国勢調査ってどんなものか、それから何を聞かれるのか、中を一緒に見てみましょう。でですね、これなんですけど、郵便で来たわけじゃないんです。郵送じゃなくて手渡しでした。手渡しっていうのは、漢字で手で渡すって書くんですけど、実際に人が来て渡してくれるものです。だから留守だったらポストに入れていくとかしないんです。ちゃんと顔と顔を合わせて渡すことになります。で、うちは私がいなかったので、息子がこれを受け取りました。で、何か聞かれたって聞いたら、人数を聞かれたって言ってました。で、なんでそんなこと聞くのかなと思ったんですけど、後でこの中を見たら、一人一人について細かいことを答えていくんですけど、それが4人分しかなかったんです。ここにね、紙があるんです。国勢調査調査表っていう紙があって、これが4人分なんですよね。なので、もし5人いるって言ったら、多分これをもう1枚くれたんだと思います。で、紙で答えるのってちょっと思いますよね。今の時代にって。で、もちろん、オンラインで答えることもできます。それを進めてますね、ここで。インターネットでの回答が簡単、便利です。なので、もし、インターネットじゃない場合は、これの返信は、郵送できるんですよ。封筒が入ってるので、これですね。これで、返信します。これに入れて、さっきの回答用紙を送ります。で、それをしないと、今度また、これを配りに来た人が家に来て、調査票をくださいって言いに来ます。で、日本に住んでる人は全員答えないといけないんです。で、もし答えることを拒否したり、嘘の答えを書いたら、50万円以下の罰金だそうです。つまり、お金を払わないといけないんだそうです。なのでね、日本に住んでいるみんなはちゃんと、答えるんじゃないかなと思います。で、そう、最近、このまた詐欺が流行ってるみたいなんです。詐欺って人を騙すことですね。で、この国勢調査の時期には、国勢調査を装った、国勢調査のふりをしたような、偽の、その嘘の調査員が来たり、偽のメールが来たりしてるそうです。
で、ただこれをメールで回答してくださいっていうことは、というメールが来ることは絶対にないんだそうです。絶対にこれが手渡しでまず来るだそうです。で、じゃあその来た人が偽物という可能性もあるらしくって、その場合の見分け方は、本物の調査員は、ここから身分証明書をかけてるそうです。で、そこには顔の写真と名前が入ってて、多分、国勢調査員とかなんか書いてあるんだと思います。で、あと、青い袋を持ってるそうです。で、その青い袋に、これだな、国勢調査、2025って書いてある、こんな感じの青い大きい袋をこう持ってるそうです。で、そこからこう出して、これに答えてくださいって言われるそうです。はい。で、ですね、回答期限は10月8日まで。私はインターネットで答えようと思います。まだね、答えてなかったです。そう。これも結構細かいんですよ。9月20日土曜日から10月8日水曜日までに答えてください。ということです。で、答えないと、さっき言ったように、調査員の人が来て、紙をくださいって言いに来ます。では実際にどんなことを聞かれるのか、ちょっと見てみましょうか。では、国勢調査の内容を見ていきましょう。言葉の勉強にもなるので、いいと思いますよ。じゃあまず最初、世帯について答えます。世帯っていうのは、住んでいる場所と家系が、同じ人たちの集まりのことです。うちで言うならば、私と夫と子供2人。これで1世帯です。で、娘は、私たちが娘の生活費とか学費とか出しています。でも娘は別の場所に住んでいます。その場合、娘は一人暮らしの1世帯となります。はい。で、世帯の種類ですけど、一般世帯、うちとかですね、一般です。それから学校の寮とかに入っている生徒とかですね。それから入院している人、から老人ホームとかに入っている人など、それぞれ該当するところに、自分がそうだというところに丸をつけます。丸をつけるんじゃないや。黒く塗るんですね。ここに黒の鉛筆またはシャープペンシルでって書いてあります。ボールペン不可だそうです。不可っていうのはダメってことですね。次は世帯員の数ですね。普段住んでいる人。で、合計何人か。で、そのうち男が何人か、女が何人か答えます。これなんで普段住んでいる人を答えろって言ってるかっていうと、日本には住民票というものがあります。で、住民票は、それぞれが住んでいる市町村、何々市とかね、市町村に、私はここに住んでいますっていう届け出をするものです。なので、引っ越しするときには住民票も移します。なんですけど、住民票を移すのが面倒だからとか、移さない人もいたりするんですね。あと多いのが、学生です。学生は学生の間4年間で、卒業したらどこに行くかわからないし、また戻ってくるかもしれないからということで、移さない人も多いです。だから、その自治体にその住民票がある人数っていうのは、実際に住んでいる人数とは違う可能性があります。なので、この国勢調査では本当に住んでいる人の数を答えるんです。それから次、住居の種類。でね、これ知っておいた方がいい言葉は、持ち家と賃貸住宅です。持ち家っていうのは自分の持っている家です。自分が、買った家ですね。で、もちろんローンでだいたい買いますね。で、ローン払ってる途中でも
自分のものなんで持ち家です。で、賃貸っていうのは、借りてるうちです。借りてる時には賃貸と言います。で、そういうのを答えますね。それから住宅の建て方も答えるんですね。まず、これ、一戸建てっていうのは、家が一軒で建っているものです。隣の家とくっついていないものです。で、長屋建てっていうのは、今はあまり長屋って言い方しないんですけど、だいたい一階建てで、こう横に長い建物があるんです。で、それの真ん中を半分で中が分かれていて、片方に A さん家、もう片方に B さん家が住んでいる。そんなようなのが、長屋ですね。で、今ここの下にテラスハウスを含むってあるんですけど、今だったらテラスハウスっていう言い方するとおしゃれですね。で、テラスハウスは、だいたい2階建てで、えっと、賃貸、もちろん賃貸が多いんですけど、隣の家とくっついてるから、1軒の家が半分に分かれて2軒住んでたり、または1つの建物がこう4つぐらいに分かれてて、4家族住んでるとか、そんな感じのがテラスハウスですね。で、共同住宅っていうのはアパートやマンションのことです。で、そこは、建物全体の何階建てか、階数ですね。それから自分が住んでるのは、住んでいる階数。自分が何階に住んでるかまで答えるんですね。はい。で、次、世帯員全員について、名前と男なのか女なのか答えます。で、次、6番、世帯主との続き柄。これはどういう関係かを答えるんですね。で、そう、世帯主っていうのは、日本の場合、もし、一家でお父さんとお母さんがいるんなら、普通はだいたいお父さんが世帯主になっていることが多いです。で、だいたい一番稼いでる人になるかと思います。それか一番年上の人ですね。で、配偶者。配偶者っていうのは、パートナーのことですね。夫にとっては妻、妻にとっては、妻にとっては夫のことです。で、次は出生の年月。これは、誕生日ですね。いつ生まれたかを書きます。あ、誕生日じゃないですね。何月までですね。何日は書かなくていいんだ。それから配偶者の有無、配偶者がいるかどうかですね。で、いるっていうのと、死別と離別、こんなことまで答えるんですね。相手が亡くなってしまった、または相手と離婚したとか答える欄があります。次は国籍です。で、外国の場合は国の名前も書きます。そう、最初にも言った通り、これは日本に住んでいる人全員に対する調査になります。だから国籍関係なく全員が答えるものです。それから次は、現在の場所に住んでいる期間。今の場所に何年住んでますかっていうのを答えます。で、これ出生時からもしくは出生時からの時は裏側へ、もうこっちに行ってくださいってことですね。で、1年未満は11欄へ、ここですね。ここに行ってください。1年未満は11。そうじゃない人たちはあと裏側へとあります。じゃあ11は何かっていうと、その5年前はどこに住んでましたかっていうのを答えるんですね。へえ、これ面白いですね。これで、どこからどこに人が引っ越してるのかっていうのがわかりますね。私、この前の動画で、東京の人口は1200万か、いや、1300万人だなって言ったんですね。でも、後で調べたら、1400万人になってたんです。私が学生の時は1200万人って習いました。で、その後で
何かを見ていて1300万人になったんだ、すごいと思った記憶があったんです。でも、もう今、1400万人になってたんですよ。だから面白いなと、面白いっていうか今、日本ではそういう都市部、大阪とか東京とか、あと横浜とか、ああいうところは人数増えてるんですね。でも、それ以外の場所は、もうどんどんすごい勢いで人数が減っています。そういうのを過疎化って言うんですけど、どんどん人数が減っちゃってます。で、山梨も同様なんですよね。はい。なんでここでどこからどこに引っ越したかがわかります。では次、12番。次は、令和7年9月24日から30日までの1週間に仕事をしましたかですね。その人が仕事を持っているのか、無職なのかを調べてるっていうことですね。で、仕事をしているのか、家事などのほか仕事をしているのか、これは多分パートのことですね。通学の傍ら仕事をしている場合は、アルバイトですね。私の娘はアルバイトしているので、多分というか、娘はここ、通学の傍ら仕事になります。私と夫は、主に仕事なので、一番上ですね。これ聞き方が難しいけど、家事などのほか仕事っていうのは家事がメインっていうことだと思います。で、次は、従業地または通学地。どこに通ってますか？そうですね。自宅でしてるのか、同じ市区町村で働いてるのか、他のところなのか。で、別のところの場合は書いてくださいですね。次は、14番、勤めか自営か。これは、勤めっていうのは会社とかに雇われている場合ですね。で、自営っていうのは、自営っていうのは自分で働いてる人ですね。自分で自分を雇ってるみたいなもんです。で、それから15番目、勤め先、業種などの名称及び事業の内容。つまり会社の名前を書いてくださいっていうことですね。そして具体的に何をしてるかを書きます。で、16、本人の仕事の内容。こっちはその会社が何をしてるか。で、16番は自分が何をしてるかですね。で、本人が実際にしている主な仕事の内容を詳しく書いてくださいって書いてあります。でも詳しくと言っても2の4の6の3行だから6、3、18文字しかないので、本当に詳しくは書けないですね。私だったら、オンラインで日本語を教えている。オンラインで日本語を教えている。とかですかね。とかかな。はい。ということです。嘘をつかなければ別にいいんだと思います。はい。どうでしょうか？これがね、5年に1回来るわけですね。で、今日、これを逃したら、また皆さんに紹介できるのは5年後になってしまうと思って、そう思って、今回動画にしました。もしよかったら感想などを聞かせてください。皆さんの国や地域ではこういう調査みたいのはあるんでしょうか？もしよかったら聞かせてください。はい。では今日の国勢調査のお話はここまでです。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、ベイドさん、キム・ヨンマンさん、ジョ・モヨンさん、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい。では皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。メンバーシップぜひご検討ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。